年末も学校なので行ってきます。マクドナルドタロパイ。くるくるってやります。おはようございます。年末も学校なので行ってきます。眠っ。뭐 을텐데 이거는 안 써요. 말할 때도 안 쓰는 표현이에요. 조금 어려울 수 있으니까 잘 보세요.じゃーん、マクドナルド。それではいただきます。まず1つ目、プルコギバーガーと、これはオレオアイス。やばい、溶けてきてる。これは普通の日本と同じやつです。ちょっと食べてみる。そしてポテトでしょ。ポテトさ、絶対日本より少ないねんな、入ってる量いつも。じゃじゃじゃん。ほんまに食べたかったんです、これ。タロパイ。芋のパイなんですけども、これを DM で教えてくれた子がおって、絶対まねちゃん好きやから食べてみて、みたいな感じで、このね、写真を送ってきてくれた子がおって、ちょっともう念願のタロパイをゲットしました。ゼロコーラ。今年最後の動画ということで、ちょっと可愛い服で終わらせたいなということで、スウェットから着替えました。それではプルコギバーガーをいただきます。プルコギバーガーって日本にもあるよな。辛いんかな。でもタレがダクダク。念願のタロパイ。めっちゃこの中のやつがトロンってしてるカスタードみたいな、なんて言ったらいい？難しいんですけど、トロンってしてるさつまいもみたいな感じでめっちゃ。これは美味しい。甘い。それではちょっと今年の振り返りをしたいと思うんですけど、今年も1年本当に皆様ありがとうございましたっていうのも YouTube 始めて3年目かな。だからこれを言うのも3回目とかになるのかなと思うんですけど、その頃からずっと見てくれてる子もおれば、最近見つけてくれた子もいて、本当に皆様いつもありがとうございます。もうね、見てくれてるだけでもほんまに嬉しいし、毎日ね DM 送ってくれたり、ストーリーメンションしてくれたり、コメント送ってくれたり、ハートをしてくれたり、グッドボタンを押してくれたり、もうそういう一つ一つのこと全部に本当にありがとうございますっていう気持ちです。今年1年は今思えばいろんなことあったなと思って、4年間通ってた大学も卒業して、その後に韓国留学が始まった年でもあったから、自分の中で大きく環境が変わった年だったなと思います。楽しい時もあり、そうじゃない時もありっていう感じで、こう感情的にもめっちゃこういう感情的にもあんまりね YouTube ではこうなってないと思うんですけど、自分の感情的にはねこういう年だったなというなんて言ったらいいの、こう誰かと何かがあったとかそういうんじゃ全くなくて、一人で韓国に来たことによる寂しさでもうこういう波になることが多かったなっていう気持ちですけど、もう最近は本当に楽しく毎日生活をしております。だからもしね、これは韓国留学とかじゃなくてもそうやし、なんか何にでも言えることやけど、こうね気持ちが沈む時があっても、生きてたらさ波があるじゃん絶対に。だから今がねこういう沈んでるだけって思って、あんまり考え込まずに、そういう時は美味しいものを食べて、美味しいものを食べる気にもならんけど、そういう時はわかる、めっちゃわかるねんけど、もう時間が解決すると思って、あんまりね自分一人で抱え込みすぎずに、必ずねその後にいいことがあると私は思うので、皆さんもゆるく頑張ってください。
皆さんはどんな1年でしたか？教えてほしい。みんなってさ、どういう職業とかどういう学生をしてるんやろっていうのがめっちゃ気になるの、普通に。私ってさ、こう YouTube して韓国留学生をしててっていう、私の大体のこうしてることっていうのは YouTube とか SNS を見たらさ、大体わかるじゃん。どんな性格でとか、もう顔とかももちろん見たらわかるしっていうのがね、私街とかでみんながこう会ったりしたら話しかけてくれた時に、あ、こんなに私よりお姉さんの方も見てくれてるんやとか、それこそ逆に中学生の子とかが話しかけてくれたりして、あとは韓国人の方が話しかけてくれたり、たまにね男の子が話しかけてくれたり、なんやろ、自分でこんな方も見てくれてるんやっていい意味でね驚くことがいっぱいあって、どんな方が私の YouTube を見てくれてるんやろっていうのはね、たまに気になったりします。卵美味しい。これちょっとタレの味はめっちゃ濃いかも。私濃い味大好きなんですけど、それでも濃い。今年最後の動画っていうことで、あまねちゃん今年の年末年始は何をして過ごすんですかっていうね DM とかコメントもねちらほら届いてるのは気づいてたんですけど、しっかりテストですっていう、もうこれは私も学校で初めて聞いた時に本当に驚きましたね。これは本当に日本ってさ、こう年末年始、そりゃ会社とか学校とかによっては違うと思うけどさ、年末年始ってさガッて休みがあるじゃん、大体の学校とか。けど韓国ってお正月が日本の過ごし方とも全然違うから、韓国は旧正月があるっていうのもあるし、こう年末年始へのテンションが全然違うっていうか、なんて言ったらいいの、難しいんですけど、これはネットとかで調べても出てきたねんけど、日本ってさ、やっぱ年末年始にも家族にやってみんなにやってってするじゃん。12月1月1日に、そのなんて言ったらいいのな、日本みたいに一斉に休みますみたいな雰囲気じゃないっていうか、1月2日からテストあるってもう日本じゃそんなことあるって感じじゃん、普通の学校で。年末もほんまギリギリまで授業をして普通に1月1日1回休んで1月2日からテストみたいな。だから1月2日からテストやから、その間をさ勉強しないとダメじゃん、その前。だから今年のお正月は本当に全然楽しめないねっていう、正直。やっぱ年末年始といえば家族とか地元の友達とずっと過ごしてたから、それがないのは本当に寂しいんですけど、そういう時ってあるじゃん。みんなが楽しそうにしてて自分は何かをしないといけない時で、あんまり楽しくない時期ってあるじゃん。そういう時って人と比べて落ち込みがちなんですけど、この年末年始はそれだけは絶対しないようにしようと思っています。もう本当に人と比べていいことはないと、それも今年改めて思ったことですね。きっとこれを見てくれてる方の中にも年末年始やけどそんな関係なく勉強しないとダメだよとかお仕事だよとかいう方もいっぱいいると思うので、皆様一緒にそういう方は頑張りましょうというで、年末年始お休みですっていう方はもう心の底から楽しんでゆっくりしてください。今年もね韓国留学が始まっていろいろ環境が変わった年ではあったけど、2024年もう学校が終わるから次は韓国留学が終わるから、そこが私の中でのタイミングかなと思います。何かが変わる。ほんまにいつもみんなに支えてもらってるなと思います。急にって感じなんですけど、この1年でたくさんね見てくれてる方も増えて、なんやろな、こう一つの意見じゃないなって思うこともたまにあって、こう私が何かを言ったことに対してそれは違うくないって思う方もそれはもちろんいるじゃん。もちろんね悪気があって言ってるわけじゃないんですけど、なんやろ、こう伝え方一つでそう受け取ることもできるなって思うこともあったわけ。この年はあったわけ、たまに。その時にね確かになと思って、やっぱ発言にも気をつけないとなと思ったりもたまにして、見てくれてる方がね少しずつやけどこう増えていってる分、いろんな方が本当に見てくれてるから本当にありがとうございますなんですけど、こう発信することにもなおさらこう情報だったりいろんなことを発言だったりそうやけど、そういうのはね気をつけないとダメだなと思いました。これからも末永く応援していただけると嬉しいなと思います。もうね私的にも未来がどうなってるのか絶対わからないっていうか、私がさもしさこれ実家の時から YouTube をこう始めてるじゃん。で最初大学生だったのが一人暮らしを始めて、で韓国留学に来て、でなんかいろんなこう人生のいろいろがあるわけじゃん。でさこの先さ結婚とかして子供生まれてさ、なんかこう分かる、なんか家族 Vlog とかやってたらやばくないとかたまに思うんですけど、これ友達とこの前話しててそれやばいみたいな話をして、ほんまに自分でも未来が全く想像つかんから、
皆様これからもゆるーくお風呂入りながらでもドライヤーしながらでもメイクしながらでもこうじっくり見てくれるのも嬉しいし、何かしながらでもゆるく見てくれると嬉しいなと思います。ポテトほんまに美味しい。やばい。またポテトこんだけ。アイス食べる。アイス。この間に食べるアイスめっちゃ美味しい。この入れ物なんか新鮮やねんけど、ピンクだから今日食べ過ぎからセットにデザート2つ。ごちそうさまでした。日本に送りたいねものがあるので郵便局に行ってきます。日本に物をね送りたい時は EMS を使うようにしてます。韓国とかやったら EMS で自分の電話番号を書いたら勝手にね家族って電話番号が登録されてると思うんですけど、家族にね今準備完了しましたとか日本に届きましたとかそういう通知がね来るようになってるので、不安な方とかがいたら EMS おすすめです。네, 어드레스 감사합니다. 내용이 뭐 담으셨어요? 옷이요. 모자는 사용될 수 있는 그런 것은 없으시? 네, 같이 카드 하세요. 네, 카드. 보내 다른 것도 하시고. 짠! パーフェクトワンフォーカスのスムースクレンジングバームディープブラックです。これねコラボ動画を撮らせてもらう前に商品を送ってもらって実際にねもう結構使ってる3分の1ぐらいかな。こっちのね黄色のバームが定番でいろんなところでねベスコス受賞したり1位獲得したり好評のクレンジングバームでこれもめっちゃいいんですけど、このねパーフェクトワンフォーカスシリーズから黒色が新発売したらしくてこれをちょっと紹介したいと思います。この黒は黄色に比べて本気の毛穴ケアって感じなので、私もそうなんですけど毛穴とか黒ずみが気になってる方とかは黄色より黒の方がおすすめです。それではちょっと落としていきます。じゃん、かわいい韓国で買ったバンドを初めて YouTube で登場させましたでちょっとメイクを落としていくんですけど、アイメイクは落としました。これはどのクレンジングを使っててもそうなんですけど、やっぱマスカラとかをしっかり本当に落としたいので、アイメイクはお風呂とかでガシャガシャするっていうよりはどのクレンジングを使ってても先に落とすようにしてます。これはこだわりポイントの一つ。これがねお茶んとかじゃ全くないんですけどただのこだわりです。あと私みたいにネイルしてる子はこのネイルをこうじゃなくてこうねこうしたら爪に入らずに取れるから。これね手に出したら分かるんですけど、クレンジングバームって硬いテクスチャーのイメージがねある方もいると思うんですけど、これはほんまにこんな感じで肌にのせたら分かるんですけど、じゃんじゃんじゃん。私初めて使った時に結構感動したレベルで柔らかくてスルスルって分かるかな、このもうスルンスルンスルンって感じ、肌にね刺激を与えてない感じがして私は大好きです。私普段からスキンケアとか顔を拭く時とかも摩擦、肌への摩擦は結構気にしてるから肌にね触れた時にとろける感じがめっちゃ好きです。で化粧もスルスル落ちてくれます。でコーナーのところも綺麗にくるくるってやります。でねこのとろける感じなんやけどガチガチにね凝り固まった角栓を角栓クリア成分がちゃんと分解してくれるしね、これね匂いもねいい匂いで、最後に私はこの面をこんな感じで軽くねやっていきます。洗い残しがないように。
でこのノーズシャドウしたところとかもしっかりやります。はい、こんな感じ。ちょっと落としていきます。じゃーん、こんな感じで洗い上がったんですけど、私がこのクレンジングを大好きな理由はこの黒ずみとかがすっきりする感じがする。で洗い上がりの突っ張りもほんまにないです。ほんまにない。むしろね、しっとりって感じ。この黒ずみがすっきりするのとこの肌のしっとり感が両方あるのがもう私的に最強におすすめです。そんな感じでね、とてもおすすめのクレンジングなんですけど、この動画を見てくれた方限定に楽天で使える400円クーポンがあります。定価がね2970円なので2570円で買えちゃうのでお得かなと思います。でね、この黒のマームは数量限定なので気になる方はお早めにチェックしてみてください。それではちょっとお風呂に入って編集して寝たいと思います。いた。なんでしょう。天気毛布をセットします。もう寒すぎてやばいから、ほんまにこれをちょっとやります。今年最後の仕事。はい、こんな感じで暖かい布団で今日から寝たいと思います。皆様良いお年を。